はい、皆さんこんばんは、テレスドンです。ひまわりです。今日はお久しぶりおです。久しぶりです。下の台座をやります。あ、これベースで使った色です。はい。今ネットのね。本体が赤系で、下は緑とか紫とかを基調とした、ちょっと暗めっていうか、目立たないようにしてるでしょ。目立たないような上を浮かせるために。そんな感じで攻めてます。今回もちょっと7倍速なんだよね。ちょっと長いんだよね。もどかしいよね。もどかしいね。7倍速にしなきゃすげえすごい時間になっちゃうんだよね。じゃあその間喋ることもないし、みたいな。これね、台座はあんま目立たないんだけど、個人的にはね、非常に出来に満足していますよ。はい。あれ最初に出てたのはベースだけだっけ？ベースだけ。そうか。これはシェード風に今やってる。そう、これはシェード風にジャバ。そうテレスノンと結婚してもう20年近く経つんだけど、つい最近知ったんでね、テレスノンがドクロが嫌いだって。そう嫌いっていうかね、苦手。あれお化け屋敷行きたがらないのもそのせいだって言ってたよね。だから一回も一緒に行ったことがないんだけど、でこの塗ってんの大丈夫なのって言ったら、それ大丈夫。大丈夫らしい、けどびっくりする系のドクロはダメってこと。不意打ちがダメなのなんですって、まだまだ一緒にいるけども、知らないことが多いですね。そういえば本日12月13日なんですけど、2024年、はい、ダンカンカラーと言われるトゥワイスコートのねの第3弾がね発売されて、ついこの間またいつものボイラーさんにお邪魔して、何色か買ってきたんですけど、たまに見かけるよね、ダンカンカラー使ってますっていう、私のタイムラインには流れてくる。私は見ません。そうですか。もう出ないんじゃないかな。第3弾の終わり？いや、もうなくないって思って、色が。私そんなしっかり見てないから。相当ね、第3弾はね、相当かゆいところに手届くラインナップだなっていう感じで。全何色ぐらいなの？わかんない。それはわかんない。でも下出ると同じぐらい種類あるんじゃないか、もう。そう。そんな気するな。あれだよね、ダンカンカラーもシェードみたいなのとかってね。あるよ。買ってないんでしょ？買ってないね。今回あれも出たからね、トップコートあった的なグロスバーニッシュとマットバーニッシュって、買わなかったんだけど、どんな感じなんだろうな。特にマットバーニッシュって艶消しはメーカーによって結構感じ変わるからね。同じ艶消しでもね、全然違うよね。違うからね。もうなんかグラデーションを全くなかったことにしてしまうやつもあれば、逆にすっげえそれを浮き出させるやつもあればって感じない？なんか気持ち悪いんだけど、この点で。基本この木の枝みたいなやつとツタみたいな。ツタね。ドクロは基本点。全部点描。気持ち悪い、気持ち悪ければ正解な感じはあるな。今はこの露骨にね点々になってるけど、だいたい出来上がったもの見たら多分分かんないと思うんだよね。だって。いや今こう置いた方がいいかもね。現物を。随分ベーストよりも浮き出てるようにだけど感じするけど。これね、ある程度点打ったらね、
ベースカラーに近い色でグレージングしたりするからね、目立たなくなるの。あ、そういえばさ、携帯変えたじゃん。でカメラ変わったじゃん。これは古いカメラ。この今やってるやつは古いビクトリアは古いカメラ。あのまんまか。この次だね。あ、そっか。今次塗ってるやつもあれだけど、少しずつあれだね、ボックスに出してきましたっていうのをちょこちょこ見かけるようになってきたね。まあテレスのが今塗ってるやつが終わらないとまだテレスがちょっとねいけないね。若干ね、ちょっとのんびりやりすぎたかなって今思って。私さ、テレスドンの部屋に行くとさ、いつもゲームしてるからさ、もうちょっとそんなことないよ。あるか。ほぼゲームしてる。そっか。もう私は全部出来上がってるからさ、ロボメカ部門以外はもう全部出す。まだちょうどあと1ヶ月あるから1月13日まで。ああ、そっか。本当は年内に出したかったけどな。そうだね。来年出すの。いや、年内に出したいね。あんまりギリギリだとね、いけると思った日になんかトラブルあっていけないとかなったら、だからずっての。いや、その辺の危機管理能力はあるから大丈夫。いや、なのになんかのんびりやってんなと思ってこれ今あれかな、そのベース違うか、色見てなかったや。これはね、レイヤーの2段階目ぐらいじゃないこれやってんの。あ、そうだ、さ、外国の人のさ、相変わらず動画ってインスタとかで流れてくるじゃん。こうやってさ、最初にさ、いきなりすんげえかけ離れた色バーってやった後にさ、エアブラシでさ、シューってやってさ、いい感じにぼかしたりするじゃん。そういうことはやらないの。あれがね、難しいの。よく見てますね。ずっこーっと思いながら見てんだよね。いや、エアブラシでさ、彼らは何色を吹いているのかがよくわからない。いや、色とかじゃなくて、ぼかすためにさ、エアブラシを結構すごい多用するじゃん。いや、それを知ってんだけどさ、何色、どういう糸があってそこに吹いてるのかもわかんないし、どんな色使ってんのかもわかんないし、どんな種類吹いてんのかもわからない。多分インクだと思うんだよな。要するに半透明っていうか。もう筆跡つけないいやすげえさ、上手い人はさ、それを筆でやってしまうじゃん。ぼかしっぽい感じ。あれ、それを多分ね、海外勢がやってるのはね、ぼかすだけじゃないと思うんだよね、あれなんかね。違う。それもあるんだと思うんだけど。要は境界線をなくすっていう意味ね。境界線をなくすエアブラシのかけ方してるじゃん。で、まあ、あの辺はね、ちょっと謎が多い。やりたいんだけどね。しかも、超極小の範囲にピンポイントでシュッてやるからね。そう。まあ、その技術は多分難しいんだろうけど、結局でもそテレソンれもは持ってるじゃん、やらんの。いや、だからそれ今言った通りさ、理屈がわからんからできない。ただ、そのピンポイントでシュッて吹くのは、やらなきゃうまくならないからやるしかないんだよね。そうだね。実はね、実験的にね、やったことがあるんですね。以前のね、ミノタウロス塗った時にね、最後に赤吹いて、斧の部分にね、で反対側にね、ちょっと緑色入れるっていうのをやった、このは。結局それがうまくいってんだかどうかもよく分からず。だってテレソンよくなんだっけ、反射みたいなやつはよく全部あの辺のエアブラシやってるじゃん。OSL 的なこととまたちょっと違うんだよな、海外勢は。多分例えば、赤い服着てる人がいて、明るい部分は
赤なんだけど、影になってる部分にちょっと緑色を吹くとか、多分そういうことをやってんだろうなって思うんだけど。そうなのかな。うん。そうこう言ってるうちに葉っぱになった。うん。葉っぱは点じゃなくて普通にやってます。この緑いいな、すごい好きだな。いいでしょこの緑。めっちゃいい。混ぜてんだよね、あの2色を。これさ、いつの間にかこのツタもさ、ちょっと雰囲気出てるでしょ。でもキモいなと思って。あ、そうか。なんか点々が。葉っぱの色とトグロに使ってる色もね、多分よく見たらこんな色の葉っぱないよっていう色なんで、ね、多分ちょっと造花っぽいね、色的にはね。でも好きだな。そうだ、造花っぽいんだ。あ、造花っぽいねこれね。そうだね。それは褒め事では褒め言葉ではないんで。いや、造花っぽい。いや、褒めてる褒めてないじゃなくて、本当に確かに造花っぽい色だなって今見てて思った。ねえ。なんかね、この感じの緑好きなんだよな。わかる。この私112番好きだもん。パレコのね。あれだよね、もううちら2人ともさ、色の好みが全然違うよね。そうだね、違うね。テレスのどっちかっていうとなんかポップな鮮やかめな色好むね。私すっげえ暗いの、なんか暗い茶色か緑が多い。選んじゃうよね。だから私の作品多分暗いよね。最近明るくしようと思ってポップな感じなのを選ぶようにしてるけど。ゾンビあれね、サヤモデルさんのゾンビ、トラさんのゾンビクマとかはちょっとクマだけどオレンジ色にしてみたけどね。今は別にいやどうやってカットするの？いや、私の情報いらないかなと思って、別に聞きたくないかなと思った。しょうがないな、こっちが喋らないんだからしょうがない私の情報葉っぱがさ、バシって言っちゃった。葉っぱがさ、ポキポキ折れるのよ。そうなの？そう。何これ結構くっつけてるの？くっつけてる。どこが折れてるの？ちょろんって出てるところにちょろんって。今だったら向かって左ちょっとなんか手引っかかってポロンって取れる。何でできてるの？これレジン？全然あれだけどね。まあ全然わかんないよね。いや、いい葉っぱだね。いい葉っぱ。いや、ほんと好きだわ。このグラデーションちょっと後で教えて。いや、動画見直せよっていう話だけど。いや、メモあるからそっち見てもらえ。これはちょっと造花っぽいけど。真似したいな、この色配色。みんなもないかな？多分、この配色いいなって。まああんじゃない？私つい最近さ、保存したのはさ、塗装まんじさんだって、今女の人塗ってんじゃん。なんかジャケットかなんかオレンジとか色合いすごくいいなと思ったから、あれは保存させてもらった。いつかなんか、その色合いのグラデーションのやつなんか塗ってみたいなと思って。結構なんかツイッターとかでそういう風に乗っけてくれてる人いるじゃん。まんじさんしか思いつかないけどな。たまに見かけるんだよ。その時気に入ったら保存してるようにしてる。それはね、もちろん私も保存してます。だけどさ、同じ色は出せないんだよな、きっとな。その混ぜ方とかあるじゃん。そうだね。基本はこれは使ってるけどみたいな。村井さんとかのやつ見てみたいな。見てみたいね。パレットがどうなってるのか、謎多すぎないあの人。どういうことわかんない。なんかさ、分かってるのはネズミだけみたいなさ。
私最近の大注目アセロラさん。ああ人の名前はバカタコラス。カタコラス。何言ってんの何バカタコラスって何よ今塗ってるやつ。ブーも塗ってたし、ブーって言っちゃった。オノのおじいちゃんのやつ系のシリーズだと思うんだけど。メーカー。あ、ガラパゴスか。ガラパゴス。あ、ガラパゴスって言いたかったのか。そう。もう上手だし。最近。ガラパゴスは、ね、ボリューム感がいいんだよね。でも結構高くない ?1 万くらいしああ、まあ高いけど、レジンの量っていうか、ボリューム考えたら普通じゃねえか。いや、それあなたみたいに何十時間もかけれる人より私さ、緊急スマでパッパッパって塗っちゃう人にとっては高い買い物だなっていや、そんな簡単に塗るなよって話だけど、塗り終わっちゃうから仕方ない。いや、でも皆さんさ、本当何回も言うけど、うまい人増えたよね。もちろんプラシバさんだっけ、やばいのプラニさんだっけ、2人ともまあ上手だけど、2人ともだから一体どっちなのか。いや両方ともなんだけど、めっちゃうまいしさ、これ何左メディウムだ。これね、そう葉っぱのねグラデーションちょっときつすぎたなと思って、明るすぎたなと思ってさ。いや、わかんないけど単体で見たらいいんだけど、あくまで上より目立っちゃいけないから、ちょっと抑えようと思って。あれは何の効果なの？メディウム。あれ、ベースカラーを、まあ、要するにグレージングしてるのが。薄めてる。全然関係ないけどさ、北山さんのさツイート面白かった。監視カメラの皆さん見てみて、北山さん、まあみんなもう知ってると思うけど、家の前に倒れてる、おじさん、あれ笑ったよね。もう全然関係ない話。バラだ。これ綺麗なバラだよね、造形。そうね。落ち着いたね、葉っぱ。落ち着いたでしょ。ハイライトが落ち着いて馴染んだ感じがする。メディウムを使うことによって、違うか、薄め液か。あれさ、グレイズメディウムだから、あなたも使ってるよ。だって別に薄めるためにやってないじゃん。薄めるためにやってる。まああれは薄めるために使ってるよ。私はなんか滑らかになる。いや、どっちかというと結局あれ薄めてんだよな。水で薄めると、なんていうの、塗料が均一に薄まらないんだけど、メディウム使えば均一になるみたいなことみたいだよ。あ、そうなんだ。ああいうね、液体系なんか何種類かあってね、いまいち違いは分からないね。でもなんだっけ、今さ使ってたのがさ、ファレフォノだったっていうね。前回使ってたのが AK だっけ、グリーンスタッフじゃないかな。グリーンスタッフだっけのやつは同じ、あれでも全然違ったよ。私はファレフォの方が好きだなと思った。でもなんか好みの問題じゃない。何がどう違うのって言われたらさ、いや、滑らかさがファレフォの方がいい気がする。ちょっとさ、そうだ、何本か前のさ動画でさ、私筆批判をしたんだけど、思い直してたんですよ最近。ファレフォの筆で、あんま細いやつ、自然毛のやつね、人工物の自然毛のやつの、これなんていうの、0分の 2？ それとも2分の 0？ わかんない。2番すっげえ細い筆なんだけど、これ
れが水の含みが良くなくて私は好きじゃないみたいなこと言ったんだけど、腕前の問題で、これめちゃくちゃいいわ。そうか。私の腕が上がったってことを言ってるわけではないんだけど雄三さんもさ、つい最近さツイートしてたんだよ、パレフォの筆はいいみたいな、だよねって思って、これまたボックス行った時に買い足すわ、すっげえ細い線引ける。そうか。だって900いくらだよ、結構使ったけど全然減ってないでしょこれ。そうだな。だからボークス行ってる人はパレフォの筆使った方がいいと思う。これ今日のメインイベントです。はい。でもやってることは、さっきのスタと同じで点描なんだけど、ドクロに点描は最適解じゃないかっていうぐらいね。そういえばさ、そもそもね、ドクロなんでこれネズミ色なの？そう、おかしいでしょ。変な色でしょ。いや、普通に全体の調和を考えてこれになった。多少色が変でも、ちゃんと塗りゃいけるだろうって思って。私ならモンドーム用でザンドリ使うなと思って。ベースにザンドリもちろんね、変な色自分で選んでるっていう自覚はある。影なんか紫使ってるしね。そう。これから出てくるのかな？出てくるわ。なんで点描がいいの？ドクロっぽくなる。この筆は何？これはいいやつだ。これはね、です。MA マンさんのやつですね。最近もうめっきり手に入らないんじゃない？もうないんじゃないか。こっち札幌では手に入らないね。もう再販してくれないと。再販待ちなんじゃない？東京とかそっちの方では。これ今暗いところか。点打つときはもう今この筆だ。これ暗いとこが今紫。この53番いい色だよね。私も好き。53番いいわ。で、なんだっけ、なんでドクロに点がいいんですかって。曲線があるからかい？表面が質感っていう話だね。このツタもそうだけど、質感が変わった質感が出せるからね。これさ、一番今ドクロの横についてるバラだけじゃん、動画撮ってる。ここから撮ってないね。同じことでやってるから撮らなくていいと思う。まあいいわ。いいっしょ。無駄にね。この点描でなんかそれなりにできるのなんかいろいろ役に立つね。わかる。点描ね、一回ね、皆さん覚えた方がいいと思う。点描面白いよね。世界変わる。ちょっとでいいからちょっとやってみたらちょっとおーってなるよね。正解なのかどうかわかんなくてもやってみると。もしかしたら水分量の調節が最初ちょっと難しいかもしれないね。多すぎたらシミみたいになっちゃうし、少なすぎるとボテボテボテってつく。でもある程度点打ってちょいちょいってグレージングすれば馴染むかな。やってみて皆さん。確かにすごいいいね。質感みたいなのが出てるね。これね、すごい楽しかったの。ここやってて。そう。すごいの。天才じゃないのかと思ってやってた。あれなんか反応薄いな。へーって。へーって。そんなこんなであと1分ぐらいでございまして。そうか。土台の部分の動画も終わります。今年最後になるかな、この動画が。どうかね。ちょっとね、ゲームしてる場合じゃないよっていうね。やることいっぱいあるからね。忙しいっていうのもあるから。皆さん気長に待っていただけると幸いでございます。なんかさ、YouTube ってさ、ほっといたらさ、チャンネル登録者数減ってくみたいなのを見たんだよ。減ってた？それたまに減るのさ。でもさ、それはさ、普通にさ、もうこの人いいかなと思って。
あ外してるだろう、そうじゃなくてなんかシステム的にずっと更新ラインは勝手に減るみたいななんか見たことある。ってことは勝手に登録してたはずなのに消えてんだけどって人が中にいるってことが出てくるって話になってくるけど、でもそんな経験なくてさ、ないね。まあなんか見間違いか、なんでそのぶっ込んでくるの最後に時間ないんだけど。いや別に焦ってなんか言うこともないの、あそうね。あもう終わるの、そうだよ。じゃあまたさよならまたね。